あれ、マリゾーさん、時間なってるけどいないな。どこ行っちゃったんだろうな。あれ、マリゾーさん、あれなんと、今日は上級コースじゃないですか、マリゾー P。すいません、ちょっとお待たせしました。今日どうしたんですか？ええ。ドラフトをやろうかなと。ドラフトやるんですか？ビールですか？ビールじゃない。ちょっとね、私結構なんで。僕もです。じゃあ一緒だ。飲めない。どうはこれ、おあれこれはもしかしてかっこよくないですかっかこれ。こいい。これですね、ええ。RX7。RX7、FD。FD ですね。FD の。これからシェイクダウンですか？本当ですか？じゃあ、初の。2周ぐらい走りましたね。で、走ってるじゃないですか。じゃあ、ちょっと、はい。はい。今日はいよいよですね、もうすぐ、発売となる MZ フォーミュラの、ボディだけですけれど、中身は、MR03 ってやつですね。今日はですね、この MZ フォーミュラ、ちょっと走らせてみたいと思います。はい。早いかな。ちょっと最高速に注目で。今これぐらいなんですけど、早い。見えない。でもこれね、今日は 4x4 のモーターにしてきたんですよ。だから普通のミニッツのモーターよりは、これでもだいぶ遅いけど、それでもちょっとまだ早いですかね。なるほどね。だから地下道とか会議室とかはい。で遊ぶときに、ちょっとでも遅いモーターが欲しいときは、これがいいと思うんですけど。4x4 は遅くなるんですか？そうですね。モーターなんですね。遅いモーターなんで。でももうちょっと遅いの欲しいですね。でも、まず1段階、下げるとすれば、この 4x4 用モーター。なるほど。はい。使ってみていただけたらいいんじゃないかと思います。先ほどですね、ちょっと 4x4 のモーターで走らせてみたんですけど、なかなかちょっと速かったので、また、少し遅いモーターをお伝えしたいと思います。で、そんな中でですね、結構連絡いただいたのが、ブラシレスのミニッツで、カットンで遊びたいんですけどっていう方がいらっしゃったんですけど、F1 ボディで。F1 じゃフォーミュラーボディで。だけど、これそんなに、速い速度で走ることは想定されてなくて、ガーンってぶつかると、ちょっとウィング折れたりとかしちゃいますんで、できるだけまったり遊んでほしいなと思います。で、もし、カットンじゃ走りたい人は、ちょっとこの辺とか、隙間開けてあるんですね。で、これ最初ここ、全部塞ぐと、バーンってぶつかった時にこの辺折れちゃうと、もうなんか接着すごいしにくいんで、今だいたいここガーンってぶつけると、この辺が折れちゃうんで、その時には中を、エポキシとか、いけと、こう復活はできるんですけど、このウィングが壊れるような速度では遊ばないように、まったり遊んでほしいと思います。大人だけにおとなしく走る。おとなしくですね。で、それだとちょっと注意があって、レジンで結構、皆さん脆いっていうイメージがあると思うんですけど、最近のレジンはそこそこいいんですね。なので、このボディとかも、こんな感じでボディはめれるようにはなってるんですけど、で、レジンはですね、これ柔らかいんだけど、途中からパキっていくんですよね。やっぱり最後レジンになっちゃうんです。ちょっとボディをはめるときに、これ前をこう差し込んでいただくんですね。はい。そうですね。そしたら、ひっくり返していただいて、いいですね。この横の部分を、どっちか、例えば左だったら左にここに爪があるんで、爪入れて、で、右から、こうやってはめる。あげるといいかなと。で、取るときもこうやって片側ずつ外した方がボディ開きにくいので、壊れないかなと思います。もちろん、これやって開いても、大丈夫は大丈夫なんですけど、これあんまり力を入れすぎると、パキっていってひび入っちゃうんで、くれぐれもご注意ください。そしたらですね、ちょっとマリゾー P にボディの取り付けやってみてもらいたいと思います。私だから、こういうのすごい不器用なんで、
多分壊しますけどいいですか？ダメですよ。ダメです。あ、すげえ不器用なんですよ。物作るの。そっかそっかそっか。じゃあ、まあ、優しめでお願いします。優しめで。はい。はーい。そっとやる感じですか？そうですねま。たここをはめる。はい。前をはめていただきます。こっちの出っ張りが先にここに入る。そうです、そうですね。この2つの出っ張りを下にやるんです。そうです、そうですね。こうやったらもうバキっていっちゃいます、ね。ああ、それ、そうそう、バキっていっちゃうんで、怖いな、これ。お気をつけくださそっとやらないとこれ危ないですよね。で、ここをこうしたら、い。はい。ここにこれがあるんですね。そう、爪が、ね、これもね、ミニッツレーサーとは同じなんですけど、でこれを両方こう、バッてやったらきっと割れちゃうってことですね。そう、ギリギリ、まあそこでも割れないようにはなってるんですけど、まあ避けた方が望ましいです。さっきおっしゃってたような、こう片っ方から、はい。どっちから入れますか、今。どっちから、どっちかちょっと不器用だかわかんないですけど、こっちちょっと、じゃあ、ユーザー目線だと、逆さまにしてやりますね。こうして、はい。左入れますか？こうはめて、はい、左側が今はめましたね止まった感じです、ね。奥にやるのか。で、こっちを、なるべく、ビュッてこう、やらないように、はい。最低限のあれで、そう、この時に、ちょっと注意があって、怖いな、これ。タイヤが当たって、それ以上開かないから、一応安全装置がタイヤなんですけど、なるほど。でそれが余計邪魔するっていう説もあるんですね。まあ、これぐらいだったら、ちょっとその不器用な私でも、なんとか大丈夫。なんとか大丈夫。ちょっと今、恐るやったんですけど。はい。逆にこれを何も考えずに、うわーってやったら多分割れますよね。ちょっとね、危険なのは、お子さんとかが、もう、打ってやると、力任せ。そうそう、力任せだとちょっと危険なので、ちょっとお子様は、お父さんがちょっと注意してあげて。一回見本見してあげて。はい、そうですね。こうやっちゃダメだよっていうのを見せてあげて、そーっとこうやるって感じ。これはちょっとミニッツの標準ボディよりは、結構脆いんで。はい。なかなかね、このかっこいいディテールっていうのは、なかなか出せないですよね。そうですね。あとせっかくだからちょっと後ろのモーターマウントを、もう、こういう外れるんですけど、はい。これね、入れるときは、下から、はい。これを。はい。引っ掛けてほしくて。はい。はい。ここを、この溝と、映ってるかな？これですね。そうですね。ここを合わせます。で、これを。はい。で、前は、ここを上に、そうですね、上げてもらって、はい。なるほど。こっちはね、割れたことないから。もう一回やりますね。はい。これをここをはめます。はい。で、はめたら、今度ここを。ちょっと持ち上げてあげて。そうですね。これならね、ちょっと不器用な私でもいけますね、ギリ。はい。これもどっかを押さえながらやらないと、ここもこう動くわけですからね。そうですね。そう。あと最後、はまった時に、こうね、しっかり押してあげてほしいですね。ちょっと浮き気味だとウィングポロって取れちゃう。なるほど。はい。空気抵抗でね。そう、空気抵抗でポロって取れちゃうから。一時、押さえつけるから取れない。そんなわけ。なるほどね。ちょっと浮いちゃうんですね。これちょっとね、この黒いとあと線は、たくさんリアが動くと、ちょっとボディに当たりやすいとこをちょっとマーキングしてあるんで、まあ、普通の走行では大丈夫で、気になる人は、まあ、ちょっと削っていただいてもいいかなと思います。これで、製品はちょっとここもっと入れにくかったんで、もう短く、なってます。もう一回やってみますね。ここをはめて。ちょっとくださいね。はい。絵がね。いいですね。はい。カチャッと。なるほどね。はい。まだ入ってないです。まだ入ってない。はい。ここです。ね、カチャン。ここまで。で、ちょっとキュッキュッと押してあげると。ベストですね。はい。すいません、ありがとうございます。体感していただきました。マリゾー P でした。それではですね、このMZ フォーミュラですね、このボディにちょっとどんなレジンが使われているのかっていうのをちょっと実験してみたいと思います。はい。ここにですね、この同じような形にカットした、レジンがあるんですけど、このちょっと色左側の135って書いてあるやつが、標準的なレジンですね。で、この右側の135っていうのが、今回、MZ フォーミュラに使っているレジンになります。で、これをですね、1と3と5っていうのは、レジンっていうのは、一回 3D プリントして、出てくるんですけど、その後、紫外線に当てて、固まらせなきゃいけないんですよね。で、その時間がこれ、1分間効果、2次効果。3分間、5分間。
で、長ければ長いほど、ちょっとこう色も変わってますけど、硬くなっていくっていう形になっています。で、硬くなると、こう、表面はこれ硬いんですけど、どうか音入るかな。ね、カチカチもう言ってるんで。カチカチ言いますね。言いますね。で、こっちが、MZ フォーミュラって書いてるやつ。もう音低いですよね。ペシペシ。ペシペシ言ってます。で、今日これをちょっと曲げてみたいと思います。折れちゃいますね。どれぐらいで折れるのかなと。なるほど。はい、まずこれが標準レジン1分ですね。標準の1分。はい。曲げていきましょう。おこんな感じですね。パッキリきましたね。ピンってきましたね。きました。綺麗にこう粉々にちょっと。粉々です。がなくなった感じですね。はい。じゃあ今度は、こちらの MZ フォーミュラのレジン1分ですね。MZ フォーミュラのレジンの1分。はい。1分は結構曲がりますね。おお、すごい。だいぶ曲がりますね、これ。さっきのよりも全然。そうですね。もう、手がプルプルするぐらい。そうですね。U の字になりましたね。頑張っても、これぐらい、なんてこれ鎮静が高いって言うんですけど、割れにくいレジンを、使ってはいるんですけど、やっぱり今みたいに最後限界を超えると、パキっていってしまいます。なので、結構強いけど、普通のミニのボディに使っているような ABS は、もうあれでも全然折れない。はい。ウィングとかもね、この材料を使っています。で、ちょっとついでに3分いきましょう。はい。3分だともっと買って、あと一つは、レジンで作るとき難しいのは、これ、反ってくんですよね。だからなかなか、綺麗に反らないで成形させて、で、二次硬化するっていうのは、実は結構テクニックで、今回の MZ フォーミュラはもうかなりテストしています。レジンを何リットルも使っちゃった感じですね。で、僕が、アレルギーになったっていう。なるほど。で、固まったレジンは、一応、レジン大丈夫と言われています。はい。じゃ液体の状態だとダメなんですね。ちょっとよく、あと固める時のガスですね。はい。で、3分いってみましょう。はい。いきまーす。おー、早いな。ピクってきちゃいますね。よけちゃった。ピカってきましたよ。はい。で、3分を今度、この MZ フォーミュラのレジン3分だとちょっとさっきよりは硬いかな。でも結構まあまあ強い。全然いきますね。でもさっきよりちょっと早いかもしれない。そうですね。U にはならなかったですね。ならなかったですね。ぴったりくっつかなかったですね。はい。そして、最後じゃあ5分のカッチンコッチン。色もちょっとね、これ、もうあれ変わっちゃってるけど、ちょっと映るかな。違いますね、色が。違いますね。5分いきます。これ、たわみもすごいたわんでいきますね。いきます。早い。もう一瞬ですね。一瞬ですね。一瞬です。で、今度、5分のボディ MZ フォーミュラの5分。柔らかいな。硬いですね。柔らかいって言ってもそう。でもやっぱ早くなって早いですね。そうなんです。早い。なので、ちょっとお願いがあるのは、車のダッシュボードとかに飾ると、紫外線が当たって、普通の ABS のボディよりも劣化します。割れやすくなってしまうので、お気をつけください。紫外線には当てないように。できるだけ。だ外で使うものはちょっと厳しいですね。で基本的にはこれ、なるべくたわまないように成形してるんですけど、やっぱり気温が高かったり、ちょっと日に当たると、割と変形しやすいんですね。で、その時の注意で、冷えてから戻そうとすると、はい、そういう時は、お湯をできるだけ60度とかにしてもらって、そこにちょっとつけてあげて、ここで、つけた後にこうやって直してあげるっていうのをしていただくと、直せます。だから、変形しちゃった時は、焦らずに、ドライヤーとか、お湯とかで温めるようにしてください。はい。はい。それがですね、ちょっと、多分ラジコン業界では初めてのレジン製品になると思いますので、ご注意してですね、せっかくね、塗装したボディが壊れてしまうので、残念なんですけど、よろしくお願いします。
今テストした標準的な、レジン。それから今回、ミレットフォーミュラに使ったレジン。それから今ちょっとですね、テスト中のレジンはこちらです。スーパータフタイプ。透明ですね。はい。この、今、最新式なんですけど、ちょっと値段高いんです。ああ。これにすると、製品が全部1.5倍になっちゃうぐらいのやつなので、まあちょっと今回は採用できなかったんですけど、バンパーにしようかなと。あと、ウィングだけこれとか。ああ、いいですね。はい。今ちょっとテスト中なので、今後、そういうのができてくるかもしれません。はい。じゃあ、1分をちょっと曲げてみたいと思います。スーパータフ。いきます。おおおおプルプルですね、プルプル。折れない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 。だけど、やっぱ柔らかいんで、ああ。やっぱりこう、もともと形を維持する力もちょっと弱い。ああ。でもこれは、合成はないけど、ないんですよね。人生がある。ゴムに近い。おでも、まあ、こういうのでちょっとウィング作ったら、ちょっと値段1.5倍になっちゃうけど。対衝撃性を求められるパーツにはいいってことですね。ですね。これを今後、まあこれ色はいろんな色あるんで。うん。はい。絶対に言ったら多分折れる。これ一だ。回やっちゃうと、戻んない。戻らない。ああ。元には、3分はこれちょっと戻りましたけど、そんな感じの、すごいスーパータフレジンでした。